ほんと、何やってもダメだな。ほとんど寝ずに作業して作った資料だった。俺は自分の中で何かが壊れるような感覚があった。1年耐え続けた。目をつけられたという自覚はあった。けれど誠実に対応していたらいつか認めてもらえる。少なくとも俺に対する扱いは変わってくれる。見直してもらうんだ。そう思っていた。なんか言えよ。そういう上司に俺は何も答えられない。ただ俺の目からは涙が溢れてきた。それは全く止まらず、俺にもどうしようもなかった。はあ？何？子供じゃあるまいし。何泣いてんの？そういう上司に思わずすいませんと謝る。手も足も俺の思うように全く動かない。ただただ壊れたように涙が溢れて止まらない。すいません。なおも口からは謝罪の言葉が出てくる。心臓がバクバクと早金を打つ。すいま。針の飛んだレコードのようにまた謝罪の言葉を言おうとしたとき、急に視界が暗転した。ぐにゃりと歪んだ視界の端で同僚の林が目を見開いていた。統合失調症です。俺は救急車で病院に運ばれた。目を覚ました途端、仕事に戻ろうとする俺を医師と林が引き止めた。少し休め。そう言われるけれど、俺は何かに突き動かされるように起き上がろうとしていた。そんな俺に医師が言った言葉がそれだった。統合失調症？俺はあんまりそういうのに詳しくない。なんかうつ病みたいなやつだっけ？くらいに思っていた。今のあなたは健常に仕事ができるような状態ではないです。きちんと治してください。そういう医師に俺は苛立つ。そんなこと言ったって仕事しなきゃいけないんですよ。上司とあまりうまくいっていなくて、こんなロスしてる場合じゃないんです。そういう俺に林は言った。マジで休め。統合失調症は立派な疾患だぞ。俺がちゃんと掛け合ってやるから、一旦休め。お前本当にちょっと今仕事できる状態じゃないぞ。そう言われてさすがに黙る。さっき会社で泣いてしまったことを思い出したのだ。40歳のおじさんがポタポタとオフィスで泣いている様は異様だったに違いない。俺はさすがに言葉を返すことができなくて、それでもまた叱責されることも怖くて逡巡した。頼むよ。弱り切った様子で林が言う。普段明るい同僚でもあり、友人でもある林のその声に俺はハッとした。そしてやっと俺はうなずいたのだった。入院は3日だった。本当は翌日戻ろうとしたのだけれど、診断書を書くので少し休んでいってくださいと医師に言われたのだ。俺も一晩眠ったら会社で醜態を晒したことを客観的に理解できてしまって、さすがに少し時間を空けたくなっていた。林がバーカと悪態をつきながら着替えを持ってきてくれた。ちょいちょいデリカシーがないところはあるけれど、いいやつだから憎めない。本当は俺のことを会社で何て言われているのか聞きたい気持ちがあった。けれど怖かった。退院の時、家まで荷物を運ぶのを手伝ってくれた林に勇気を出して聞いてみる。俺、会社で何て言われてる？林は少し重いものを飲み込んだようなリアクションをして、ため息をついた。休職した方がいいと思う。やっぱりそうか。室内に暗い沈黙が落ちた。俺は医師から診断書をもらって、1ヶ月休職することにした。そして自分がいかに弱っていたのかを思い知る。まず悪夢で目が覚める。夢の中の俺はいつも上司に叱責されたり、ありえないミスをしたりして恐怖の中にいる。そして汗だくで目を覚ます。休職しているのに睡眠時間は2時間ほどで起きてしまうのだ。昼間に眠れるから今はまだいいけれど、復職したらと思うと自信がない。あと幻聴にも悩まされた。平日家にいると屋外での工事の音などが聞こえてくることがある。その指示を飛ばす大声に俺はいつもびくついてしまう。思い出すのだ。叱責され続けた日々を。休職明けの1週間、産業医との面談に俺は会社に向かった。けれどオフィスの入っているビルの近くで足がすくむ。会社に電話する勇気もなくて、俺は結局林に連絡をして、産業医さんとは喫茶店で面談をすることにした。
正直言って退職した方がいいと思います。当然の見解だった。俺でも同じことを言ったと思う。だって足がすくんでオフィスビルに入れないんだったら仕事のしようがない。このまま無理に復職して悪化させたらうつ病になってしまう可能性もあるんですよ。その言葉に俺はため息をついた。会社員としてもう八方塞がりだった。俺は退職してぼんやりと暮らしていた。悪知恵を授けてやろうと林が診断書を会社に提出してパワハラとして俺のことを処理してくれたから労災認定してもらえて、通常の自己都合の退職よりたくさんお金がもらえた。俺に対する暴言の数々もスマホで録音してくれていたらしく、人格を著しく否定する上司の罵倒の数々に会社側の弁護士もタジタジだったそうだ。俺は家で林から聞かされることを、へえとか、そっかとか言いながらぼーっと聞くだけ。あらかたの処理が終わると本当に暇になってしまったが、それでもまだ大きい音や大声、満員電車も怖くて、俺はほとんど家に引きこもるように暮らしていた。それでも少しは外に出られるようになって、公園を散歩するくらいはできていた。ある日、詩集を持って行って、公園のベンチでぼーっと読んでいると、もしかして何か勘違いされたのかもしれない。双子の女子高生が声をかけてきた。作家さんですか？最初は俺に話しかけているなんて思わなかったものだから、返事をしないでいたら、急に話しかけてすみませんでした、と去っていってしまった。悪いことをしたな、と思っていたら、ゴミ捨ての時に彼女たちに会う。なんと彼女たちは、俺が住んでいるアパートの隣の家に住んでいたのだ。あ、とこの間のことを謝ろうとする俺。おはようございます、と話しかけてくれる女子高生の笑顔の眩しさに、思わずタジタジになってしまう。結局その時も謝ることができなかった。女子高生相手に素直に謝ることもできないなんて、と思って情けなくなりつつ、それでもそのことはすぐに忘れてしまった。その日は図書館に本を借りに行っていた。いつものように公園を通って帰ろうとしていると、またもや双子女子高生に話しかけられた。勉強教えていただけませんか？え？いつも本を読んでますよね。作家さんとかなのかなって思って。そんなわけない。なんなら無職だ。私たち、国語が壊滅的に苦手で、先生に教わっても全然ダメで、特に詩が苦手なんです。いつも読んでいらっしゃったから、もしかしてと思って。詩は確かに好きだけど。だったら教えてもらえませんか？本当に誰に教わってもダメで、それに受験もあるし、どうしていいかわからなかったんです。俺は悩んだ。実は教員免許を大学の時に取得してはいた。しかも教科は国語。それでも先生になるより会社員になるものだと思っていた。親もサラリーマンだったし、何より教育実習に行って先生の仕事があまりに大変そうだったからだ。ダメですか？少しシュンとしたように言われて、俺は顔を上げた。どうせ暇なんだ。少しくらい新しいことをやってみよう。秋の風に背中を押されたのかもしれない。俺は、構わないよ、と答えた。図書館に併設されている学習センターで、俺は彼女たちに勉強を教えていた。彼女たちが国語が苦手な理由はすぐにわかる。自分の考えを答えてしまうのだ。国語の一番の目的は、出題者の意図を汲んでその設問に答えることだ。だから点数が取れない。俺はそのことを指摘した。だって、筆者とか作者の考えを答えよって書いてある。でも君は筆者や作者を知らないよね。はい。だから無理です。それだと問いに答えられなくなっちゃう。だから問題文から筆者の考えがわかる部分を抜き出すんだ。なるほど。そうだよな、と思う。国語と文学は本質的に違う。けれど国語が教材として文学や文章を扱うから彼女たちのようなことが起きてしまうのだ。本は好き？俺が聞くと、好きじゃないですよ。嫌いですよ。と二人は同時に言う。思わず笑ってしまった。俺は彼女たちに芥川龍之介の羅生門を読んでもらった。感想を聞かせて、と言うと、彼女たちは、とか、やだーと言いながら本を借りていった。素直なその後ろ姿に
俺は少しだけ勇気をもらえたような気持ちになったのだった。数回勉強を教えた時に彼女たちから言われた。引っ越すんです。そうか、と思うと同時に少し寂寥感があった。引っ越した先でも頑張ってね。俺が言うと彼女たちはペコリと頭を下げた。私たち、今まで国語をちゃんと分かっていなかった。いろいろ教えてくださってありがとうございます。そう言って笑ってくれた。そして二人は宿題にしていた羅生門の感想を聞かせてくれた。女子高生らしい潔癖さや恐怖、そして最後に、なんだか寂しかったと彼女たちが言ったのに対して俺は言った。それでいいんだ。文学や小説は自分で味わって解釈して自分の感想を持てばいい。羅生門が寂しい話って思ったならそれでいいんだ。俺が言うと彼女らは、そんな簡単でいいのと不思議がった。読書感想文みたいに思っていたのだろう。いいんだよ、と言うと、そうなんだ、と本当に驚いていた。確かに学校の先生はそんなこと言えないよなぁと思う。引っ越しても元気でね。本も読んでね。と言うと、はい、と返事をしてくれた。どうか健やかに育ってほしいと思った。5年後、俺は近くの海にいた。この年での再就職は難しくて、俺は結局バイトをしながら読書ガイドのウェブサイトを立ち上げていて、細々と収入を得て暮らしていた。あまりに弱くて働けない自分が情けなくて、このまま年を取ることに怯えて海を見ていると、背後に車が止まる。いた。あ、早っ。そう言って賑やかに降りてきたのは、なんとあの時の双子だった。先生。そう言ってこちらに走ってくる。お礼言いに来たの。そう言って彼女たちが見せてきた本は、今年の芥川賞ノミネート作品だった。受賞を逃したから受賞作ほどフィーチャーされていない。けれど俺は今回のノミネートの中で一番好きだと思った。みずみずしい鮮やかな感情が描き出された中に、人間のどうしようもない業も含んでいる。わびしさや生きる苦しさ、それでも赤い血が流れていると感じる作品だった。作家デビューできたのは先生のおかげ。彼女たちはそう言って笑った。それでね、先生がやってるサイトに私たちぜひ関わりたいって思ったの。彼女たちは俺の家にお礼を言いに訪ねてきて、俺のことを聞いたらしい。あの時先生が芥川読めって言ってくれなかったら、今こうなってない。本当にありがとうございました。そう言って二人で頭を下げた。顔を上げた二人の笑顔は当時と同じくらい。いや、当時よりもずっと眩しくて、結局俺はたじろいでしまうのだった。よかったなあ。やっぱりお前か。双子が俺のことをやけに詳しく知っているから不思議だったけれど、やっぱり林が絡んでいた。悪くなかっただろ？そう言ってまた悪い顔で笑う林。悔しいけれど、本当に悪くなかった。ありがとう。双子が俺のウェブサイトを手伝うようになってくれて、サイトはだいぶ大きくなった。何より嬉しいのは、俺のサイトを見に来た人が本を読むのが楽しくなった。肩の力を抜いて本を読めるようになったと言ってくれることだ。来てくれる人が増えた分、声も多く寄せられるようになって本当に嬉しい。ありがとな。俺がもう一度言うと、林は照れくさそうにした。お前、本当はそっちの方が才能あったんだよ。俺入社した頃、お前はどう思うって聞かれた時、自分の考えを答えてて少し嫌がられてたじゃん。でもお前が、あれは相手が言ってほしいことがそれまでの話の中にあるから、それを答えるんだよって教えてくれて、それから一気に馴染めたんだ。だから俺、あのまんまお前にダメになってほしくなかったんだ。そんなことあったっけ？あんまりよく覚えていないけれど、確かにぶっきらぼうな林だからそうだったのかもしれない。まあお前は覚えてなくても俺は感謝してんの。おお、じゃあここをおごってくれ。営業副部長。なんで俺の新しい役職知ってんだよ。人生はいい時ばっかりじゃない。今でも俺は人の大声が苦手だ。それでも前より少し生きるのが楽になったと思う。友達は隣にいてくれて、俺の仕事を喜んでくれる人がいる。案外幸せってこういう形をしているのかもしれない。おでんから昇る湯気が鼻をくすぐる。俺は今、幸せに生きられている。
諦めなくてよかった。